皆さんこんにちは、高闇です。今回はセリアさんのネイルパレットをレビューしていきます。ちょこっと朝食したい時にとても便利な道具なので、ぜひ最後までご覧ください。こちらがね、セリアさんで発見したネイルパレットなのですが、すごいよね。なんか絵の具のパレットみたいでね、こちらなんと7枚も入っています。おまけにね、このくぼみね、一つ一つ切り取り線が入っておりまして、使った分だけね、ポイッと捨てることができます。すごい使いやすそうだよね。早速開封していきます。意外としっかりしておりまして、朝食している時にパレットが倒れて中身がこぼれてしまうということはなさそうです。ではこちらに透明のレジン液を流し入れて朝食していきます。宝石の雫レッド、シアン、イエローグリーン、ホワイト、蛍光カラーのピンク、混ぜ合わせていきます。混ぜ合わせやすいねもっとねガタガタしちゃうかなと思ったのですが、問題なく混ぜることができます。ただね、初めに一つずつ切り離してしまうと混ぜ合わせにくくなりそうです。よし、混ぜ合わせることができたらオリジナルパレットの完成です。そうしましたら、じゃーん、こちらのうさぎパフェの空枠に色塗りしていこうと思います。開封することができましたら、テープに固定します。で、テープをひっくり返して裏面から爪でギュッギュッと空枠とテープを密着させていきます。この時密着が甘いと液漏れしてしまいます。しっかりと密着させることができたら、こちらの空枠に透明のレジン液を流し入れます。朝食パレットに透明のレジン液を適量出しまして、空枠に流し入れます。なんでね、透明のレジン液は先ほどのこのね、朝食パレットの中に出さなかったのかというと、このね、へこみがね、そんなにね、量を入れることができないので、こちらの朝食パレットに出しました。空枠で失敗しない方法については別の動画で詳しく解説しております。もしね、空枠が苦手という方はこちらの動画ぜひ参考にしてください。フレームの上にレジン液が乗ってしまった場合、綿棒で拭き取ってください。空枠の中に透明のレジン液を流し入れることができたら、先ほど作ったオリジナルパレットを使って色塗りをしていきます。こちらの筆を使って色塗りしていきます。まずは赤を塗っていこうかな。このね、筆に取る量でレジン液の色の濃さを調整することができます。絵の具と一緒だよね絵の具もさ、取る量を多くすれば濃くなるし、取る量を少なくすれば薄くなりますよね。フレームの上にカラーレジン液が乗ってしまった場合は、ちゃんと綿棒で拭いてあげまして、で、次のカラーに移る前に一旦固めてしまいましょう。固めることができたら、今度はシアンを塗っていきます。で、色を変える前に筆をリセットさせます。
ちなみにこちらの容器の中にはレジンクリーナーを入れています。よし、シアンで塗っていきます。いいね。なんかさ、この濃さを調整できるのがすごい楽しい本当に絵の具で塗っているみたい。もうちょっと薄い方がいいかな。もうちょっと薄くしようか。これくらいの透明感が好きで、このさ、ハートのね、右下の方だけ濃くしたいので、この辺にだけレジン液を分厚くのせたい。あ、いい感じじゃないそうしましたら、綿棒でフレームをきれいに拭いてあげてフレームと一緒にシアンのレジン液も拭いちゃった。で、フレームも拭くことができたら固めてきます。筆をオフしてからイエローグリーンを塗ります。で、イエローグリーンで塗ることができたら、中心に透明のレジン液をポタッと垂らします。いい感じフレームにカラーレジン液が乗っていないことを確認してから固めます。固めることができたら、次はいよいよメインのうさぎちゃんを塗っていきます。うさぎちゃんは蛍光カラーのピンクにホワイトを混ぜたものを塗っていきます。塗ることができたらレジンライトで固めます。で、うさぎちゃんね、もっと濃い色にしたいので、もう一度同じカラーを重ねます。フレームの上に乗ってしまったらすかさず拭いてあげましょう。固めます。まだ足りないなもう一回同じカラーを重ねます。このさ、お顔はね、透け感をなくしたいんだよねで、透け感をなくすときはなるべくね、薄くレジン液をのせてあげないと効果不良を起こしてしまうので気をつけてください。固めてきます。固めることができたら筆をオフしてあげて、今度はホワイトを筆に取りましてクリームの上にのせていきますこれクリームなのかな。このね、ホワイトはなるべくでいいのでムラができるように塗っていきます。固めてきます。でね、固めることができましたら、こちらセリアのアイシングジェルなのですが、このアイシングジェルでクリームをモコモコとさせていきます。アイシングジェルを何度も重ねて、こんな感じでね、モコモコにしました。そうしましたら、裏側も同じようにモコモコさせていきます。今ね、カラー枠をテープから剥がしてひっくり返したのですが、このね、表面がね、ザラザラしているので、まずはこのザラザラをなだらかにするためにトップコートを塗っていきます。こちらのトップコートはダイソーのものなのですが、セリアのものでももちろん大丈夫です。
たまたまねダイソーのトップコートが手元にあったので、ダイソーのトップコートを使っています。ムラなくトップコートを塗ることができたら固めてきます。固めることができたらアイシングジェルをのせていきます。じゃーん、気の済むまでぷっくりとさせたら完成です。めちゃくちゃ可愛いね今回は色塗りだけしてね、粉乳パーツは入れずにシンプルに仕上げました。シンプルに仕上げてもこの可愛さよこちらのオリジナル朝食パレット、まだねレジン液かなり残っています。もしこのまま捨てる場合は、一度レジンライトの中に入れて固めてあげてからゴミ箱に捨ててください。ちなみに固めたレジンはプラスチックの区分で捨ててください。でね、これもったいないから取っておきたいという場合は、遮光性のあるケースに入れて保管してください。今回ね、こちらねかなり濃く着色しているので、きちんと保管すれば1ヶ月くらいは固まることなく使えるんじゃないかな。私ね、いつもねこういうシリコンマットをね朝食パレットとして使っているのですが、夏場はねレジン液が緩くなってしまって、どうしてもね隣同士色が混ざっちゃうんだよね。こっちのね朝食パレットを使えば色が混ざり合うことがないのはもちろんですが、このまま保管することもできますこっちのね朝食パレットはねちょっとねこのまま保管するのは難しいかな。こちらのパレットなんと7枚も入っているので、よければチェックしてみてください。